韓国だけではなく、世界で絶大な人気を誇るアーティストグループの BTS。BTS の長男で弟たちを見守ってくれているジン。普段は物静かだけど、誰よりもメンバーを理解しているシュが、いつでも明るく場を盛り上げてくれる J-HOPE。長州祭の BTS のリーダー RM。負けず嫌いで努力家なジミン。人懐っこいけれど、繊細な手で何でも完璧にこなしてしまう武と、個性豊かなメンバーが揃っている BTS は、ビッグスターになっても変わらない人柄の良さや、謙虚さも人気の秘訣です。メンバーが学生時代の頃は、一体どんな生徒だったのでしょうか？今回は、BTS メンバー7人の気になる学生時代のエピソードを紹介していきます。BTS はどんな生徒だった？出身高校、大学、卒業アルバム。日本では受験をして高校へ進学しますが、その時に希望する学校の偏差値に満たしているかを判断し、自分の偏差値に合った学校を選択しています。しかし、韓国の高校は偏差値制度というものがないので、高校へ進学する時にも、日本のような受験制度がないことが多く、学区内の高校へそのまま進学するのが一般的のようです。韓国は日本とは比較にならないぐらい学歴社会なので、一部を除き、小学校、中学校、高校入学時に受験がないものの、大学受験はそれまでの勉強の成果が試される、とても重要なものとなります。BTS は練習生として過ごしていた時には、ジン以外は中学生、高校生だったので、受験戦争を経験したのはジンだけのようです。今や、すっかり世界的アイドルグループとなった BTS ですが、普通の学生として過ごしていた時代もあります。デビューする前の学生時代はどんな人物だったのでしょうか。今回は学生時代のエピソードとともにメンバーごとに見ていきたいと思います。ジン。出身高校、不正中高等学校。出身大学、コングク大学。現在、ハンヤンサイバー大学大学院。得意科目、体育。苦手科目、科学。科学が苦手で、科学証明という単語が一番嫌い。実験方法なんかを覚えなければならないのがとっても面倒くさい。ジンの学生時代は特に目立つタイプではなかったようです。しかし、小さい頃から明るくて友達が多く、仲のいい友達といるときはよくふざけていたそうです。放課後は友達たちと遊んで夕食を食べる頃には帰宅し、必ず宿題は終わらせてから寝ていたそうですよ。抜けた部分もありましたが、熱心に授業を受け、よく食べる、真面目な普通な学生だったと話していました。ジンの父は、サムスン電子に関係あるドイツ企業の韓国支社の CEO で裕福な家庭で育ったと言われています。中学、高校と男子校だったこともあり、6年間女性とも出会いがなく、デビュー当時は女性と話をするのが恥ずかしかったんだとか。今は背が高いジンですが、ずっと背が低く、高校2年生の頃から大きくなったそうです。シュガ、入学校、カンブク高校。出身高校、アプクジョン高校。出身大学、グローバルサイバー大学。現在、ハンヤンサイバー大学大学院広告メディア MBA。得意科目、体育、コンピューター。苦手科目、音楽、数学。当時は音楽が苦手だった。教科書の音楽は堅苦しくて嫌いだった。本で習うよりも放課後に一人で音楽で遊ぶのが面白かった。子供の頃はいたずらっ子で悪ふざけが好きでしたが、読書も好きで幼い頃からたくさんの本を集めており、詩集や文章や新聞など成熟したものを好んでいました。中学校の頃はクラシックを学び、その頃から毎日作曲をしていたそうです。学校では物静かでしたが、部活のバスケをしていると、たくさんの女の子が見に来ていて、ポジションはポイントガードかシューティングガードでした。
学生時代はたくさんのバスケ試合でチャンピオンになっていたんだとか。運動が得意で足が速く、小学校から高校までずっとリレーの選手だったそうですよ。芸能人のスポーツ大会でも手話の習得は見れましたね。高校生になると D タウンというヒップホップグループに入り、グロスという名で作詞、作曲、編曲を担当し、アンダーグラウンドでプロデューサー及びラッパーとして活動していました。当時は音楽にのめり込んでいたので、学業にはあまり興味がなく、勉強は得意ではなかったそうです。男子高校へ通っており、その頃は坊主だったんだとか。今の手話からは想像がつきませんね。J-HOPE 出身高校、関樹国際高等学校出身大学、グローバルサイバー大学現在、ハイアンサイバー大学大学院広告メディア MBA 得意科目、技術課程、音楽苦手科目、数学深く考えるのが嫌い。幼い頃からダンスが好きで、海外アーティストや韓国歌手の映像をたくさん見ながら、いつか僕もこうなりたいと思うようになり、小学校6年生からダンスを習い始めたそうです。文化祭でパフォーマンスを披露してから、すぐに素晴らしい才能で一気に注目を集め始めました。中学3年生の時にダンスに夢中になり、毎日明け方まで練習して家に帰っていたので、父親から叱られたというエピソードもあります。現在もキングオブダンスと言われるほどの腕前を持っているので、学生時代からの努力は相当なものですね。J-HOPE の父親は文学の高校の教師で、J-HOPE は父親の勤めている高校へ通っていたそうです。RM 入学校、イルサンデジン高校出身高校、アプクジョン高校出身大学、グローバルサイバー大学現在、ハイアンサイバー大学大学院広告メディア MBA 得意科目、文系科目、国語、英語、社会、コンピューター、体育苦手科目、理系科目、数学理系は頭が痛くなる。RM は学生時代、勉強オタクだったようです。自分はまるでオタクで、いい成績を取ることに力を入れていて、勉強が全てでした。エミネムやナズのようなラップミュージックを聴くのが好きでしたが、優等生という感じでした。と明かしています。また、RM は IQ が高いことでも有名で、TOEIC のテストで850点を取り、高校1年生の時は全国模試で上位 1% に入ったほどの優秀な成績を持っています。ミュージシャン、歌手、ラッパーになるという夢ができ、中学1年生の頃から音楽を始めてマイクを購入し、初めて歌詞を書き、録音をしました。学校では友達も多く、人に注目されるのも好きだったので、班長になることも多かったと話しています。RM がラップを始めたのは15歳の時だったのですが、大南朝鮮ヒップホップ協同組合に在籍しており、アンダーグラウンド界でランチランダという名前で活動していました。自民入学校、釜山芸術高校出身高校、韓国芸術学校出身大学、グローバルサイバー大学現在、ハイアンサイバー大学大学院広告メディア MBA 得意科目、すべての科目全部好きだけど、芸術高校の学生だったので、特にダンスと美術が好きだった。苦手科目、歴史幼い頃は漫画が好きで、いろいろな夢を持っていて、特にワンピースのゾロがとてもかっこよいと思っていて、母親に、ママ、僕、世界最高の剣士になりたいと言って、剣道を7から8年間習っていたそうです。小学、中学、高校と優等生で模範的な学生だったようです。中学3年生の時に歌手になりたいと思い始めて歌手になる決心をし、首席で釜山芸術高等学校現代舞踊科に進学します。
高校生時代は現代舞踊スクールにも通っていました。舞踊科にはダンスの実力者が集まっていたのですが、1年生の時から校内で選抜された学生しか参加できない海外研修に参加していたんだとか。練習生に合格した自民は、釜山から上京することになり、芸能人の数多くが通う韓国芸術高等学校へ転校をします。韓国芸術高等学校は、テテも通っている学校でしたので、当時はトイレの時間以外はずっと一緒にいたそうです。とても人見知りが激しくなかなか話せなかった自民ですが、実は釜山なまりを冷やかされてしまうのではないかと気になって話せなかったとインタビューで語っていました。テテ、入学校、テグ第一高校、出身高校、韓国芸術学校、出身大学、グローバルサイバー大学、現在、ハイアンサイバー大学大学院広告メディア MBA、得意科目、音楽、美術、体育、苦手科目、数学。テテは昔から友達が多く、放課後はいつも友達と公園で遊んでいたそうです。けれども、小学校6年生から中学に上がるまでの1年間は、きちんと塾へ通っていました。小学校を卒業する頃に歌手になりたいという夢ができ、父からの提案でサックスを習い始めます。中学校の時にはダンスサークルにも入り、空いた時間にはバスケもしていた忙しい小中学生時代でした。練習生となったテテは韓国芸術学校へ転校しますが、ほとんど学校に遅刻し、毎回自民が起こしていて迷惑をかけていたと話していました。テテと自民と同じ高校だったという方が、テテはイケメンで全校生徒が知っている人気者だった。休み時間になると必ず自民のところへ来て購買へ誘っていた。元気で行動がうるさかった4次元と語られています。チョングク、出身高校、ソウル公園芸術高校、現在グローバルサイバー大学芸能部門、得意科目、音楽、美術、体育、特にバドミントンが得意。苦手科目、それ以外のすべての科目が嫌い。茶目っ気があり、コンピューターゲームが好きな元気な子で、当時の夢はプログラマーになることでした。また、少年時代からバドミントンが得意で、オリンピックのたびにイヨンデ選手を見て、自分が第2のイヨンデになりたいと思っていたほどです。チョングクは文章を書くときに、点、チョムをたくさんつけるので、チョムジョングクと呼ばれていたそうです。同級生の中で数学のテストの最下位は誰？という話題になったとき、後ろから僕7点、僕7点と言いながら指で7を表すジェスチャーをしてチョングクが走ってきたそうです。さらには英語のテストで2点を取ったことも、チョングクはみんなが勉強している時間に歌とダンスのレッスンをしていたため、学校の勉強があまり得意ではなかったようです。それでもニコニコしていたジョングクに同級生たちは信じられないという反応をしました。そのせいでチョングクは自分はバカでどうしようと心配になったそうです。そんな時、バラエティ番組で BTS のジョングクと普段のジョングクの違いについて質問されました。すると、チョングクは歌手としての自分は輝いているけれど、普段の自分は底抜けにみずぼらしい。幼い頃から勉強をしてこなかったから、他の人よりも知識が足りない。と答えます。シュガは、今は昔と違って勉強の概念も変わっているから、映像制作することも数学をすることもどちらも学ぶことに変わりはない。学校の教科書で学ぶことだけが勉強ではない。とアドバイスをします。RM も本当に勉強したいなら後からでも学べばいい。と言いました。こんな素敵な意見をしてくれるヒョンのおかげで、チョングクは勉強に対してのコンプレックスを持つことなく過ごせたことと思います。高校時代には
すでに BTS としてデビューをしていたジョングクは、メンバーのおかげで良い学生生活を送ることができたようです。入学式と卒業式、両方にメンバーが駆けつけてくれ、常に支えてくれたと、感謝の気持ちを語っていました。高校を卒業した時、BTS のメンバーたちと中華料理店で食事をし、メンバーへの感謝も込めて、なのか、その会計は、ジョングクが自分のカードを使って支払っていました。その時の金額は91万ウォン、日本円にして約9万1000円にも及び、メンバーも驚いた表情を浮かべていましたが、マンネのジョングクが支払いをするという大人になった瞬間が見えました。まとめ、いかがだったでしょうか？今回は BTS メンバーの学生時代のエピソードや出身高校、出身大学に注目して紹介しました。メンバーがまさか全員大学院へ進学していたとは驚きですよね。大学進学について一部では入隊の時期を法律で認める満28歳まで伸ばすため大学院に進学したのではという推測も飛び交いました。しかし、兵役についての規則によると、満28歳以上の未遂隊兵に対し、大学院進学を理由とする入隊の延期は禁止されています。ビッグヒットエンターテインメントの関係者も、メンバー全員、学業への意欲があったため、大学院へ進学したと話しています。現在も学び続けている BTS を見ていると自分も頑張ろうと元気をもらえます。どんどん素敵になっていく BTS をこれからも応援していきたいですね。